おはようございます、山川ブランクスフィールドスタッフの山川です。今回は、こちらの天草の方にですね、カリスターを使って春のイカを狙いにやってきました。今回使用する機種といたしましては、こちらの 79mmH ともう1機種は76の ML、 こちらのショートロッドを2本を使ってですね、実調の方をやっていきたいと思います。まず朝一はこちらの 79mmH、こちらでいきたいと思います。エギが 3.5 号軽ムラタイプのエギでいきたいと思います。ちょっとまず手前から探っていきます。今比較的エギの中ではちょっと重量のある 3.5 号のエギ投げてるんですけど、MMH こちら79でしたらですね、結構軽い力で遠くに飛ばすことができるんですね。1日通して考えたらですね、すごいアドバンテージになるかなと思います。よし、よっしゃー。ちょっとちっちゃいですけど1杯目なんで、よしちょっと可愛いサイズですけど1杯目釣れてくれましたね。ちょっとサイズはですね小ぶりなんですけど、こちらの MMH の方がですね、穂先が M クラスになってるんで、やっぱりしっかり当たりも出てくれましたし、こうかけることができましたね。サイズアップ目指して頑張ります。おそらく今沖の方で当たってきてるのもこれぐらいのサイズかなと思いますね。よっしゃー。ちょっとサイズアップしたっぽいですね。あんま変わらんかな。2杯目ですね。気持ちサイズアップって感じですね。ティップに出るようなですね、ポンと弾くようなあたりだったんでですね、やはりこちらの竿先の方がですね、表記は MMH になってるんですけど、全然こうロッド自体も硬いって感じじゃなくてですね、穂先も M クラスですし、しっかり当たりも取ることができるんでですね、春イカにはもうベストだと思いますね。引き抵抗のあるエギとかですね、そういうエギを使う時にも非常にいいかと思います。あとやっぱり流れがきついところでですね、でかいイカかけるとやっぱりロッドのリフト力も必要になってくるんでですね、春イカとかにはもうぜひおすすめしたいですね。よっしゃー。
枚目ですね。また釣れてくれました。次はオスですね。ちょっとサイズアップしました。今こちらズームシャフトの方ですね使ってるんですけど、こういった足場の低いですね沖磯とかぜひ使っていただきたいですね。長さも約3メートルと非常に扱いやすいので、ぜひ一度使ってみてください。今使用しているこちらの 79mmH なんですけど、ML クラスのロッドに比べるとですね、こうエギを動かしたいというか、跳ね上げさせたい時とかですね、少ないしゃくり幅といいますか、軽い力でですねエギをこう跳ね上げることができるので、1日通してですねメリットは多いのかなと思います。ちょっとここの流れの筋一回通したいと思います。よし、食った。潮目についてそうですね。また釣れてくれましたね。今ちょっと潮目の方が右にずれてですね、先ほどやってたポイントが釣れなくなったんで、ちょっと流れに乗せてですねこうエギ通していって、ちょっと風が気になったんですけど、軽く錆びくような感じでロッドアウトしたらですね、もうイカパンチでポーンとロッド持っていきました。気持ちいい当たりでしたね。今ちょっと浅い位置からエギュ変えたんですけど、ブラウン系のカラーのやつですね。ケームラボディで強いですね。でも風に負けないですね。MMH クラスなんでもう全然違和感ないですね。何ですか、いわゆる定番の8283の ML、その辺使ってらっしゃる方こそこう一度手に取ってですね使ってもらいたいロッドですね。今ですねこう潮目に向かってちょっとある程度フルキャストしたんですけど、もう8フィートクラスに引け取らない飛距離ですね。軽い力で飛ぶというのもありますけど、すごい飛びます。こう糸をこうなじませたい時とかなんか使ったりするんですけど、なじませるというかこうまっすぐ最初のメンディング的な意味で、ナイトゲームとかあんまボトム外したくない時とかですね、上にするとやっぱどうしても跳ね上げてしまうんで、こうなんかダートっていうよりもちょっとちょって水かくイメージですね。潮止まりの方に向かいましたので、次は76ML こちらの方でですねちょっと実調の方やっていきたいと思います。今朝からずっと79の MMH の方を使ってたんですけど、そこからこの76に変えるとですねまた全然違う竿になってですね、こうブランクにちょっとエギを乗せるような感じで今投げたんですけど、すごく飛びますね。もうしゃくり心地もなんかすごい軽いですね。この 76ML なんですけど、他の機種よりですねこのグリップエンドが詰めてあるということもあって、来ジャキに当たらないで
すごくしゃくりやすいですね。あとこの76でしたらボートエギングですね、モウ打ちとかそういうのにも大変いいと思います。ちょっとですね、こちらの立ち位置で横風が強くなってきたので、また MMH の方に戻して、でエギもですね、こちらのこのディープタイプのものにちょっと変えてやってみたいと思います。どうしてもちょっとラインが取られたり、こう ML でちょっと空じゃくりみたいになることが多かったんで、ちょっとこれ硬い方を使ってですね、しっかりこうエギにアクションを伝えさせたいっていうのもあるんで、とまたディープタイプなんでですね、ちょっと引き重りがあるんで、まあ MMH だったら軽快にしゃくれるかなってことで、こっちに戻してちょっとやってみました。ちょっと風向きが変わったんで、真逆の風裏の方でちょっと追い風でやってみます。違うか。お、かかったですちょっと今分からなかったです。やっぱさっきの当たりだったっぽいですね。ちょっとそっちでランディングします。ようやく釣れてくれました。ちょっと朝からですね、沈黙が続いて、もう今昼過ぎぐらいですね。で風の向きも変わって、最初してた方がもう全然釣りにならなくて、次風裏で朝攻められなかったこっち側の湾の方を狙ってたら食ってきましたね。ロッドは 79mmH ですね。じゃあちょっと角度を変えてまた同じところを下げてみたいと思います。よっしゃー。はい、また来ましたね。ワンドのそこのくぼんでる深いところで食ってきました。おし、食った。ちょっとこれすぐリリースします。よし。いいですか。よし。はい、来ましたね。いやー、ちっちゃかったんですけどね、めちゃくちゃいい当たりでしたね。もうちょっと一通りですね、この辺の車両体の抜き切ったんで、深場の方攻めてみたら一発だったですね。
ちょっと本当サイズアップの方をまたちょっと狙っていきたいと思います。使ってたエギ何ですか？エギオ系のですねムラムラチェリーですね。次はですねカラーの方を変えて引き続きですね沖の方狙っていきたいと思います。カラー戻します。よし来た。カラーかなよしカラーだったみたいですね戻して一発だったですねちょっと今日このカラー当たりみたいなんでこれでちょっと引き続き続行していきたいと思います。よしかかった。おちょっとサイズアップしたかもしれないです。このサイズが蒸れてますね。沖にちょっと今ですね追い風に変わってるんで次は7ノク ML の方こちらの方を使ってやっていきたいと思います。ちょっと絞り回り打ってみます。よし食った。76の ML ですね。ちょっと潮が引いてきてですね沖に変更つけてると絞りが見えたんでそこの周りにキャストしてですねちょっとねちっこく誘ったら食ってきましたね。お疲れ様でした。今回はですねこのカリスタの 79MMH と 76ML こちらの2機種を使ってですね天草のジーソの方で春イカの実調の方をさせていただきました。1日通してみての感想ですけどやっぱりショートレングスということがあってですね、全く疲れることなくエギも軽快に動かせましたし、MMH とちょっとスペックを聞くと硬いように聞こえるかもしれないですけどしっかり曲がってくれてですね当たりも取れますし、あと何よりエギを楽に動かせますし、風の日などはもう風を切るっていうことを考えるとですね非常に扱いやすい竿になっていると思います。自分自身も普段は82とかその辺のスペック使うことあるんですけど、春イカでモバとか絡むようなところだったらですねこちらの79こっちの方をちょっとメインに使っていこうかなと思います。と 76ML なんですけど書いてある通りですねテクニカルジャークの略で TJ って書いてあるんですけど、最後釣った一杯もですね絞り回りをちょっとねちっこエギをダートさせてですね誘った後にロッドを下に向けてちょっと風で煽られて糸が取られてたんで下に向けてですねちょっとジャーキングするような感じでするとパンというあたりで出てくれてですね釣ることができたんで、こちらはエギを動かす楽しさといいますかそれを考えてですね選んでいただけるといいかなと思います。
ちょっとサイズこそ春っぽい感じではなかったんですけど、まあ数が釣れてですね、非常に楽しい釣行となりました。次はもう型狙ってですね、またこちらの2機種のですね曲がりもしっかり見せれるようにですね、でかいイカ狙ってやっていきたいと思います。ありがとうございました。